は長谷川の72分の1スケール 9AP 隊のモラーヌ・ソルニエ MS406 の仮組です。モラーヌ・ソルニエ、フランス空軍の対戦機です。対戦初期にドイツ空軍のメッサー 109E と戦いました。フランスの戦闘機でしたか？そうそう、 9AP 隊のキットで今は非定番品となってます。 AP 隊は1991年から始まったシリーズね。対戦機を中心に展開された AP 隊でリニューアルされたキットも結構ある。なんでしょう？冷戦シリーズ、メッサー 109E とメッサー 109G、 フォッケウルフ A とフォッケウルフ D9、 P51 とスピットファイアなどかな。旧キットは絶版となっているものばかりね。リニューアル以外にも新規採用機体もあった。今回の MS406 の他に D520 などのフランス空軍機、イタリア空軍機のマッキ202とソ連機のポリカルポフ I16 とF3、F2A、F4F や SBD、TBF などの米海軍機、神殿やメッサーシュミット262、ハリケーン、錦水戦、強風なども追加された。投稿者が精力的に対戦機を作っていた時期ね。そうそう、当時としては1200円以上とお高い価格設定。小遣いからひねり出して買っていました。そんな AP 隊も1990年代終盤には定番品から外れるのね。 AP 隊にナンバリングされていたキットは D 隊に移管されているみたいだけど、冷戦シリーズと神殿 P51 しか残ってないのね。今となっては限定でカール品でのみ販売されている感じなのだ。ところで MS406 ってどんな戦闘機なの？ MS406 は大戦前に配備された戦闘機。大戦初期のフランス空軍主力機だったみたい。フランスは1940年6月には降伏してますよね。そうなのですが、ビシー政権やスイスが運用したのとフィンランドが改良して使っていたみたい。結果的には大戦終盤まで活躍したわけね。スイスやフィンランドでは1950年代まで使われていたみたいです。息の長い戦闘機となったのね。他メーカーからの発売状況を説明しますね。時系列で同スケールに絞ってですね。最初はフロップからで1963年に出ました。イギリスの老舗メーカーね。次はフランスのエレールからで1965年となる。本場フランスから出たわけね。フロップの金型はノボに移って1977年に発売された。ノボはイギリスの会社だけどソ連で生産してたのね。ちょっと間が空いて1991年にセマーからも出た。こちらはエレールからの OEM みたいね。ふむふむ。そして1993年に今回紹介する長谷川からで AP 隊のナンバー19として発売された。日本ではマイナーな機体なのによく発売したものです。1999年ロシアのマケットからでフロップの金型です。フロップの金型はノボが消えてからもソ連国内にとどまったみたいね。2003年そのフロップの金型でイースタンエクスプレスからも出ている。フロップの金型はどこが所持しているのか。2007にホビーボスからも出ていて2012年には RS モデルからも出た。長谷川以来の新規金型のキットね。ここからはブランド違いとなるのだが、アズール AZ モデルスペシャルホビーと続きます。スペシャルホビー傘下のブランドたちね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは飛行中の MS406 なのだ。背景はフランスのどこかでしょうかね。では中身を開けていくのだ。グレーのランナーが3枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、マーキングは3種類。フランス空軍第3戦闘航空団第2飛行隊所属機、フランス空軍第7戦闘航空団第3飛行隊所属機、ビシーフランス空軍機となる。なるほど。部品点数は39点。72分の1スケールの対戦機では普通ですね。ではでは長谷川の72分の1スケールモラーヌ・ソルニエ MS406 の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で5パーツ。操縦席床に座席と操縦桿なのだ。この他にケーキパネルがつくのね。ケーキパネルは後ほど胴体に接着。デカールを貼り付けるタイプとなる。パイロットはついてませんね。AP 体はついてないキットばかりだったかな。ある程度のディテールはあるので大丈夫だと思います。次はエンジンですね。エンジンは液冷エンジンとなるので見える部分のパーツはありません。今の時点ではエアインテーク口を切り出して終了ね。その他にラジエーターも作成しておく。ラジエーターは全部で3パーツとなる。3パーツ接着するのね。
次はプロペラかしら。プロペラは2パーツ構成。3枚プロペラにスピナーをかぶせて終了。胴体に差し込むだけみたいね。これだと後々抜けてしまいますね。心配ならばポリキャップ仕込むとかかな。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席とケーキパネルを挟み込んで接着する。先ほど切り出したエアインテーク口もここで取り付けね。当然操縦席も胴体内側も先に塗装を済ませた方がいいのだ。左右貼り合わせ後に接着するパーツもあるのね。操縦席前に照準スコープを取り付ける。胴体のモールドはどうでしょうか。大モールドとなる。ある程度の深さはあるようです。主翼はどうでしょうか。主翼は全部で3パーツ構成。ふむふむ。主翼下パーツに左右主翼上パーツを接着する。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも大モールドとなる。胴体同様で深さはある程度ありますね。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。水平尾翼は支柱も取り付けるのね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなっているので操縦席の開閉選択はできない。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで3パーツ構成。タイヤとカバー、試着の構成ね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。次はビソリですね。ビソリは1パーツのみとなっている。良きタイミングで胴体に接着する。なるほどね。続いて武装などの取り付け。主翼に機銃と気筒管ね。その他にも胴体にアンテナを取り付ける。最後はラジエーターの取り付けね。最後に総評なのだ。今回は長谷川の72分の1スケールモラーヌ・ソルニエ MS406 の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。 AP 隊は長谷川としても力を入れていたシリーズ。パーツの合いもよく簡単に形となった。少ないパーツで形となるのはさすがですね。モールドも大モールド、深さもあるので合わせ目で消えた部分の処理で済みそう。逆に気になる点はありましたか。大きな問題ではないけどプロペラが固定できない部分かな。動かさなければ問題ないけどね。なるほどね。キャノピーの開閉選択ができないとこも気になるかな。当時としてはお高い価格設定ですしね。キャノピーは分割でも良かったかもね。とはいえ日本ではマイナーな戦闘機のプラモデル。このようなマイナー機体もキット化したのは AP 隊に相当気合が入っていた証拠かもね。 AP 隊は MS406 以外にもマイナー機体が揃っていますからね。次の機会にそれらも取り上げられたらと思います。ではでは動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。